動作不良で1000円返金。それでも定価の数倍。セガマーク3用のパドルコントロール。当時の定価は1200円。文さんが買ったのは箱節なしの裸の個体。こっちね、動作しないので1000円返金してもらったけど高い。それでも定価の数倍したプレミアコントローラー。こっちが正常の方。こっちが不良品ね。正常の方ね。はい。左右ちゃんと動くでしょ。はい、動きます。左右ちゃんと動きます。不良品ね。動かない。動かない。動かない。こっちが不良品ね。こっちが正常。不良品。なんか音がする。正常な方のパドル回すと、音しない。スムーズ。で、端っこに当たると、こんな感じ。不良品。なんか音が違うよね。なんかおかしい。もうボタンは正常なんやけど、ちょっと開けてみましょうか。6箇所プラスのネジ。一旦全部ね、軽く緩めます。いきなりするとね、プラスチック側に負担がかかるからね。で、電動。さあ、動かない原因を探りましょう。どれどれ。あれこれ、見て見て。パドル用のね、可変抵抗器が空回りしてる。これ3本配線繋がってんやけど、全部外れてます。普通はこれね、固定されてないとダメなんですよ。ナットが外れてんやろね。ちょっと外してみようか。よいしょ。あ、簡単に外れる。通常はね、ここにナットで固定してあるんやけど、この穴があるでしょ、ここ。1決めピンを穴に刺してね、動かないようにして固定してあるんやけど、ナットとワッシャーが外れてます。これね。ナットを固定することでね、この回転軸だけ動くんです。よいしょ。ほら。はい、正常なやつ。正常なやつと同じ動き、スムーズ。原因はこれだね。緩んだどころか、ナットが完全に外れて、可変抵抗器が空回りしてるから、配線が切れて動かなくなったっていうのが原因ですね。なんかいろいろついてんな。電解コンデンサーもついてるわ。ちょっと。本体につながる配線が。はい。8番、新線剥き出し。9番、溶けてます。他はまあ、ちょっとこの辺気にならないけど。他はまあ大丈夫かな。まあ、せっかくなんで電化コンデンサーも後で交換するけどね。錆びてはない。普通のコントローラーと違うからね。はい、この IC ね。このセガ3155243はね、このパドルのつまみの位置で変わる電圧の変化をね、本体が理解できるデジタル信号に変換する専用の IC です。ここについてる X1 って書いてるやつは、この IC を動かすタイミングを作る部品です。楽器を演奏するときのメトロノームのような役割で IC がバラバラなタイミングで動かないように一定のリズムを作っています。普通のコントローラーはスイッチのこのオンとオフの信号を送るだけやけど、これは中でつまみの位置を数字に変換してから本体へ送ってるんですね。これで当時1200円か。安いな。正常な方もね、一応開けてみましょう。汚ねえな。手垢後で掃除しなきゃ。こう繋がってんのね。こっちはね、綺麗とは言わないけど、手作りにしては許容範囲かな。これですね。ちゃんと3つ繋がってます。念のため閉めとくか。よいしょ。緩んではないけど、ちょっと小さいスパナ見失ったんで、大きめのモンキーで、一応回し締めね。はい。これ大丈夫でしょう。これ断面がかまぼこの形してるからね。決まった位置に入るようになってます。はい。とりあえずこの辺の部品をちょっと清掃しましょう。パドルの中でこれね、汚いんで、超音波洗浄機、汚清水を入れます。中性洗剤をちょっとだけ。スイッチオン。はい。綺麗になってるね。洗剤ちょっとついてるから水洗いしてきます。
トラン150度。ここはちょっと過酸化水素で強化しないと取れないね。でもだいぶ綺麗になったね。めっちゃ綺麗になった。手垢がいっぱいついてる正常な方。はい、こんなに綺麗になった。Mercury. だな。ヤニが8番9番。温めすぎたから他よりもヤニがいっぱい出てきてる。だから溶けたんだ。タバコのヤニじゃないよ。松ヤニのヤニだよ。IPA。軽く潤滑つけて、汚れ浮かして。IPA。ゴシ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 。よし。接触抵抗落ちた。まずはケーブルにつながってる8番9番。溶けてるからやり直します。ハンダゴテ。ちょっと温度下げましょう。熱の逃げ道がないから溶けないように330ぐらいでいけるか。ハンダ吸い取り機。はい、溶けまくってます。短くなるの嫌だけど、これ溶けてるから。2ミリも短くなった。はい、ワイヤーストリッパー。より線だから中まで溶けたやつが入り込んで取れねえ。ねじってねじって、ねじってねじって、もうちょっと温度下げよう。こんな下げていいの？糸ハンダ。深センにハンダを、予備ハンダ。はい、茶色の方も素早くしないと溶けるからね。よし。はい、こんな感じでハンダをコーティングします。ズバッ。ズバッ。IPA。よし、溶けてない。この9本の中で一番綺麗にできた。消耗部品、電解コンデンサー。はい。電解コンデンサーストック。もうあらかじめ用意してますけどね。はい。ここについてるのは、1マイクロファラッド 50V、10マイクロファラッド 16V、220マイクロファラッド 10V がついてます。静電容量ね、1マイクロとか10マイクロは合わせないといけないんですけど、16V とかね、10V とか、帯電圧はね、同じか高ければ大丈夫です。低いのはダメです。はい、つけましょう。はい、温度を上げて。グラウンドでね、熱が逃げるから温度を上げないと取れないよ。吸い取りやすくするために、追いハンダ。落ちた。はい。これは幅が広いからちょっと広げないと。はい。こっちもだ。幅が狭いところに無理やり突っ込むと、このパッキンが緩んでね、液漏れしやすくなるから、寿命が短くなります。これもだな。全部幅広げなきゃダメだ。薬指の腹でね、押さえながら。スルーフォールになってないんで、少なめ。はい、交換完了。はい、切れてるからついたまま。ハンダ吸い取り線。パドルについてるのは火炎抵抗器って言って、こう回すとね、抵抗値がね、変わっていくんですね。で、最大測るには、端っこと端っこの抵抗値。はい、これが最大 4.7 キロオーム。これ真ん中動くから端っこと真ん中を当てて、はい、これで回していくと、今最大 4.7 が、とだんだん下がっていきます。はい、20オームぐらいまでね、下がります。で、回せばまた最大まで上がります。数字は分かりにくいけどね、こうやってね、抵抗値が変わるんですね。動作はしてるけど、ガリってるかどうかはこれでは分かりません。ガリってたら中掃除しないとダメやけど。アナログのオーディオ機器のね、ボリュームのつまみとかはね、こういう可変抵抗器が使われてますよ。はい、こっちと同じようにね、直していきます。向こうから、黒、黄、赤ね。ケーブルの方と線の太さが違う。抜く前に皮膚残して、皮膚ごとねじった方がね、綺麗にねじれるんやけど、久しぶりなんで忘れてた。温度下げて、はい、予備ハンダします。トムさんはちょん付けしない派なんで、曲げる。引っ張っても取れないようにね、収縮チューブつけてみよう。はい、この中に収縮チューブ入れときましょう。
鍵爪みたいに曲げたやつを引っ掛けて挟む。で収縮チューブを突っ込む。これでショートがしなくなります。200度。これでね、こういう風に剥き出しにしてるよりは切りにくくなったと思います。まあ大量生産でこんなめんどくさいことはできないですけどね。こっちの端子の中、はい、接点不活剤。短く切ってるから蓋が閉まるよ。中に入れて、汚れを取ったり錆止めの効果もありますよ。数分待ちます。歯間ブラシ。中に残った液をね、吹き飛ばす。これで接点の接触抵抗も少しは下がったでしょう。この1決めピンを穴に入れます。ワッシャー入れて、ナット。動かないように止めます。これで動かないんやけど、これだけじゃね、いずれまた緩むんで、はい、ネジロック。まあ UV レジンで固めてもいいけどね。ネジロックがなければ。ちょっとつけときゃいいんです。はい。はい、これ緩めにくくなりました。ヘリコプターとかね、航空機の電池機のネジにはすべてね、ネジロックが施されています。はい。魔法の薬。単身とかね。きれいに拭き取って。グラファイト 6B の鉛筆。はい、導電ゴムに接触不良の要望。これもね、向きがあるんだよね。この中にコンデンサー入れなきゃダメだ。カシャカシャいってない。気持ちいい。めっちゃ綺麗。はい、動作確認してみましょう。ジョン。さあ動くかな。お、動く。よし、クリア。いいね。全然。接触不良のガリもなかったし。完全に治った。ケーブルも劣化するからね。黄ばみと劣化を遅らせます。シリコンコート。未来へ行ってらっしゃい。Bye, Mission.